北アフリカの国リビア、56年間独裁者カダフィが支配していたのだ。2011年に彼は倒されたのだが、その後どうなったか。今日この国は2つの政府に分裂しているのだ。西部と東部が別々の政府を運営し、14年間戦争が続いているのだ。56年も独裁体制だったのに民主化したら今度は内戦になっちゃったって、それってもう最悪じゃない？それに東部と西部で分裂してるってシリアみたいなことになってんのかしら。そのリビアで先週、国連が2月17日までに民主化選挙をやろうという合意を発表したのだ。14年の戦争に終止符を打つ歴史的な瞬間かと思われたのだが、実は昨日東部の有力勢力がそんな選挙には参加しないと言い出したのだ。何が起きているのか僕たちで掘り下げるのだ。まず背景を整理するのだ。1969年、リビアはムアンマル・カダフィという独裁者に支配されることになったのだ。42年間、彼は絶対的な権力を握り続けたのだ。その間、リビアの国民は選挙投票どころか、新聞も読む自由もなかったのだ。民主的な制度は完全に存在しなかったのだ。42年間も独裁制が続いてたなんて、じゃあ2011年ってどういうきっかけで倒されたのかしら？革命？その通りなのだ。2011年、アラブの春という民主化運動がアラブ世界全体で起きたのだ。チュニジア、エジプト、シリア、そしてリビアでも民主化を求める声が大きくなったのだ。リビアでは市民がカダフィに対して反乱を起こし、NATO 軍が介入して、カダフィは殺害されたのだ。しかし民主化は失敗したのだ。2011年から2023年までの12年間、リビアは統一した政府を持つことができず、複数の勢力が権力争いを続けたのだ。西部にはトリポリに本拠地を置く国民防衛政府という勢力がいたのだ。一方、東部にはハフタル将軍という軍人が率いるリビア国民軍という勢力がいたのだ。この2つがおののい続けたのだ。つまり、カダフィを倒したら、その後が完全にカオスになっちゃったってわけね。国が2つに分かれて、ずっと戦ってるのか、まるで内戦の真っ只中じゃない。その通りなのだ。2014年から2023年まで、この東西の勢力は何度も戦闘を繰り返したのだ。死者は数千人に上ったのだ。民家が破壊され、学校や病院も機能しなくなったのだ。リビア国民の誰もが不安定な生活を強いられてきたのだ。そこで2023年、国際社会が動いたのだ。国連は選挙による統一政府の樹立という路線を打ち出したのだ。東西両勢力が民主的な選挙を通じて新しい指導者を選び、内戦を終わらせようというプランなのだ。昨年2025年には2026年中に選挙を実施するという合意が成立したのだ。そして先週の月曜日、国連がリビア各勢力の代表者と協議して2月17日までに大統領選挙と議会選挙を実施するという合意を発表したのだ。リビアの国民は初めて投票箱で指導者を選ぶ機会を得られる可能性が高まったのだ。国際メディアは歴史的な和平の第一歩だと報じたのだ。あ、でも最初の説明だと東部勢力が選挙ボイコットって言ってなかったかしら。合意したのになんで翻したの？本当に腹立つわね。良い質問なのだ。実はこの合意、西部と東部の両勢力が本当に納得したわけではなかったのだ。国連が主導する形で選挙を2月17日までにやろうという枠組みを作ったのだが、東部のハフタル将軍率いるリビア国民軍は最初から強く反発していたのだ。ハフタル将軍の主張は、この選挙は無効だ。なぜなら、西部の政府は国際的に認められているものの、実際には汚職まみれで、イスラム過激派ともつながっているからだ、というものなのだ。つまり、ハフタルは、西部の政府が主導する選挙なら、その結果は当てにならない。だから東部は参加しない、と言い張っているのだ。ちょっと待ってよ。ハフタルって一体何者なのかしら。東部を支配してる軍人なのは分かったけど、どうしてそんな力を持ってんの？独裁者を倒した後に新しい独裁者が生まれちゃったってことじゃない？深い質問なのだ。ハフタル将軍はもともとカダフィの軍部で働いていた人間なのだ。1989年から2011年まで彼はカダフィ政権の中で軍人として活動していたのだ。カダフィが倒れた後、彼は東部に勢力を築き、リビアを秩序のある状態に戻す
という名目で軍事力を行使し始めたのだ。実は彼は自分自身が大統領になることを望んでいるのだと考えられているのだ。そして重要なのが、この争いの背後には大国の思惑が隠れているということなのだ。西部の政府はトルコとカタールに支援されているのだ。一方、東部のハフタル将軍はアラブ首長国連邦、エジプト、そしてロシアに支援されているのだ。つまり、リビアの内戦は大国の代理戦争でもあるのだ。つまり、2月17日の民主化選挙という話は、表面的には素晴らしい話なのだ。しかし実際には、東部の勢力が、この選挙は正当性がない、と主張して参加を拒否している。その背後にはハフタルが、自分が権力を失うのを認めたくない、という本音があり、さらにその背後にはトルコ対 UAE、ロシア対西側という地政学的な対立があるのだ。そうなると、今のリビアって第二のシリア化しちゃうわけじゃない？シリアだって内戦が10年以上続いて、何百万人も難民になったわよね。リビアもそうなっちゃう可能性があるのかしら。その危惧は現実的なのだ。実は、リビアはシリアと多くの共通点を持っているのだ。両国とも、複数の外国勢力が代理戦争のように介入しており、統一政府の樹立が困難な状況にあるのだ。シリアの場合は米国とロシアが対立し、リビアではトルコ対 UAE という構造なのだ。もし東部勢力が本当に選挙をボイコットし続ければ、リビアは数年単位で内戦状態が続くという懸念もあるのだ。そして日本にも影響があるのだ。リビアが不安定化し続けると、北アフリカ全体の安定が損なわれるのだ。さらに、このような地政学的な対立が深刻化すれば、アフリカの重要な資源をめぐる争奪戦が激化することもある。日本はアフリカのレアハス鉱物や石油に依存している部分があるため、リビアの不安定化は間接的に日本の資源戦略にも影響を及ぼす可能性があるのだ。整理すると、リビアは56年の独裁、その後14年の内戦、そして今、2月選挙で統一しましょう、という国連合意があるけど、東部勢力がそれを認めてないってことね。背後には大国の思惑もあって、これには解決しないわ。その通りなのだ。リビアは民主化の希望の国として期待されていたのだが、現実はそんなに単純ではなかったのだ。ハフタル将軍の権力欲、トルコと UAE の地政学的対立、そして国際社会の調停能力の限界、こうした複数の要因が絡み合って、リビアは今も深い泥沼にはまっているのだ。では最後に、3つの観点から今後のシナリオを考えるのだ。シナリオ A、選挙が実施される場合、東部勢力がボイコットしたまま西部だけで選挙が行われれば、その政府の正当性は国際的に認められず、東西の対立はさらに深刻化するのだ。シナリオ B、選挙が延期される場合、国際社会の圧力が強まり、新しい交渉機関が設けられる可能性があるのだ。シナリオ C、内戦が再燃する場合、難民流出やテロ組織の活動拡大などが懸念されるのだ。どのシナリオでもハッピーエンドには見えないんだけど、ハフタル将軍が権力を手放す可能性って本当にあるのかしら。今の状況だと絶望的な気しかしないわ。厳しい言い方をすれば、ハフタルが自発的に権力を手放す可能性は低いのだ。彼は東部で愛な支配力を持っており、国際的にも一定の支持を得ているからなのだ。ただ一つの可能性は、国際社会による強い圧力なのだ。もし米国や EU、そしてアラブ連盟が一致して選挙参加が前提条件であると言い張れば、ハフタルも譲歩を余儀なくされるかもしれないのだ。しかしその可能性も今のところは低いのが実情なのだ。明日はリビアと同じく北アフリカで政治的な転機を迎える別の国、スーダンの内戦と国際的な介入のあり方を見ていくのだ。アフリカの民主化にはいかないのだ。チャンネル登録で明日の地政学ウィークリーを見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解く、ずんだもん海外ニュースなのだ。また明日、なのだ。